霊界通信小桜姫物語浅野三郎著19龍神の社。順序としてこれからポツポツ竜宮会のお話をいたさねばならなくなりましたが、もともと口の拙い私が私よりももっと口の拙い女の口を使って通信をいたすのでございますから、さぞすべてがつまらなく一向に他愛のない夢物語になってしまいそうで、それが何より気がかりでございます。と申してこの話を省いてしまえば、私の誘拐生活の記録に大きな穴が開くことになって筋道が立たなくなる恐れがございます。まあ致し方がございませぬ。せいぜい気をつけて私の実地に見たまま感じたままをそっくり申し上げることにいたしましょう。ここでちょっと申し添えておきたいのは、私の修行場の右手の山の反復にあるあの小さい龍神の社のことでございます。私は竜宮行きをする前にしょっちゅうそのお社へ参拝したのでございますが、それがつまり私にとりて竜宮行きの準備だったのでございました。私はそこで乙姫様からいろいろとありがたい教えやらお指図やら、またお優しい慰めのお言葉やらをいただきました。おかげで私は自分でも気がつくほどめきめきと元気が出てまいりました。その様子ならそちも近いうちに乙姫様のお目通りができそうじゃ。指導役のおじいさんもそんなことを言って私を励ましてくださいました。ここで私が龍神様のお社へ行っていろいろお指図を受けたなどと申しますと、現世の方々の中には何やら異様にお考えになられるものがないとも限りませぬが、それは現世の方々がまだ神社というものの性質をよくご存じないためかと存じます。お宮というものは、あれはただお賽銭をあげて柏手を打って神戸を下げて引き下がるためにできている飾り物ではないようでございます。真心を込めて一生懸命に祈願をすれば、それが直ちに神様の身旨に通じ、同時に神様からもこれに対するお答えが下り、時とすればありありとそのお姿までも拝ませていただけるのでございます。つまり全ては魂と魂の交通を狙ったもので、こればかりは実に何とも言えぬほどうまい仕組みになっているのでございます。私が山の修行場におりながら、どうやら竜宮会の模様が少しずつ分かりかけたのも、全くこのありがたい神社参拝の賜物でございました。もちろん地上の人間は肉体という厄介なものに包まれておりますから、いかに神社の前で精神の統一をなされても、そう容易に神様との交通はできますまいが、私どものように肉体を捨ててこちらの世界へ引き越したものになりますと、ほとんど全ての仕事はこの仕掛けのみによりて行われるのでございます。何？人間の世界にも近頃電話だのラジオだのという重宝な機械が発明されたとおっしゃるか。それは大変結構なことでございます。しかしそれならなおさら私の申し上げることがよくお分かりのはずで、神社の装置もラジオとやらの装置も理屈は大体似たものかもしれぬ。まあ大変つまらぬことを申し上げてしまいました。では早速これから竜宮行きの模様をお話しさせていただきます。